こんにちは。X リンクリプト TV のふみです。いつも大変ありがとうございます。本日も個人投資家トムさんにゲストとしてお越しいただきまして、解説をいただきます。本日は非常に面白い話題で、暗号資産の評価、暗号資産、どういう暗号資産が今後伸びる可能性があるかとか、どのように評価をしていけばいいのかというような、切り口ですね。そのあたりをトムさんにお話をしていただきたいなというふうに思います。トムさん、こんにちは。またいつもありがとうございます。ひげが伸びてきましたね。ひげは伸びてますね、常に。すいません、本日もありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、お願いいたします。はい。今回、暗号資産の評価方法っていうのをちょっと考えてみたんですけど、はい。トークンって誰でもなんぼでも発行できてしまうじゃないですか。いや、そうですよね、本当に。なんで、株式でいうと、なんか売り上げもまだ立ってないような会社の株式を上場審査もなしに、個人投資家が買えるようにしてしまうようなもんやなと思って。なんで、やっぱり内容を調べるのは最低限しないと、かなり危ないことになるなと思って、どういう論点を考えたら、暗号資産に投資できるのかなっていうのをちょっと考えてみました。いや、本当そうですよね。以前の動画で、その煽り屋という方々がいらっしゃって、煽りに乗って買ってしまうとか、全く調べないで、ツイッターでたくさんつぶやかれてるから買ってしまうなんていうことないように、ご自身でやっぱり判断するためには、どのようにしていけばいいのかなんていうことの、一つの参考材料として今日はお話しいただけるようなイメージですね。はい、そうです。わかりました。パワーポイント共有しますか？はい、お願いします。はい。で、暗号資産の評価のポイントで、やっぱ投資っていうのは利益を上げるために行うものなので、まず前提としては、その暗号資産は投資対象として魅力的か、値上がりするのかっていうようなイシューに応える、論点、枠組みを考えてみました。なるほど。で、1つ目が、需給のバランス。で、2つ目がプロジェクトの成長性。で、3つ目がプロジェクトの安全性。こういうところを考えてみました。なるほど。で、需給のバランスには3つあって、時価総額と、バーンと新規発行、保有するインセンティブみたいなところを考える必要があるなと思います。なるほど。で、プロジェクトの成長性については、市場の大きさ、競争環境、プロジェクトの優位性、割と一般的な企業分析の枠組みになるかなと思います。で、プロジェクトの安全性については、割とこれ、暗号資産独自かなと思うんですけど、セキュリティの評価とか、運営コミュニティとかで、なぜスキャム、詐欺を避けるみたいなところがすごく大事になると思うので、こういう項目も入れました。なるほど、面白いですね。はい。でちょっと一つずつ説明していきます。で、需給のバランスっていうのがかなり大事だなと思ってて、トムさん、ブログを同じ内容書かれたってことで、ブログ共有しますか？このままで。はい、そうですね。ブログ共有してください。ブログ、はい、わかりました。少々お待ちください。トムさん、ブログやってるんですよね。結構人気ブログだっていうことで、資金50万円から始めた個人投資家トムの運用ブログということで、いつも、リンクは下に貼ってありますので、ぜひ見ていただきたい。非常に勉強になるブログで、この2つ目の暗号資産の分析っていうところですね。はい、そうです、そうです。で、ちょっと開けます。はい。で、需給のバランスのとこまで一回下がってもらって、これですね。先ほどおっしゃった目次の中に需給のバランス、プロジェクトの成長性、プロジェクトの安全性についてっていうことですね。はい。で、需給のバランスなんですけど、株にしても暗号資産にしても、価格を直接押し上げる唯一の要因って、売りを上回る買いがあるかどうかだけなんですね。売りを上回る。はい。はい。なんで、値上がりを期待するときには、需要、買いと供給、売りのバランスを見るのが必要になります。なるほど。でその中でも一つ目が時価総額。で、時価総額、コインマーケットキャップにリストされているんであれば、そこを見てもらったらいいんですけど、基本的には価格かける、発行済みの枚数になります。
なるほど。はい。で、時価総額が大きい暗号資産というのは、株と一緒ですけど、それだけ上昇に必要な金額が大きくなるので、必然的に上値の限界点が見えてきますと。で、例えばどれだけ魅力的なプロジェクトだったとしても、もうすでにビットコインと同じぐらいの時価総額がついているとなれば、そこからまだまだ値上がりするっていうのを期待するのはあんまり現実的じゃないかなと思います。なるほどね。これが、時価総額ですね。なるほど。バーンと新規発行。はい。これ、株式でいうとこの自社株買いと新株発行なんですけど、なるほど。バーンっていうのは償却っていう意味があって、プロジェクトから得た利益などを使って、市場に出回っているトークンを買い取って永久に使用できなくすることで、流通量を減らして1トークンあたりの価値を高める働きがあります。なるほど。で、逆に新規発行というのは市場に出回るトークンが増えて1トークンあたりの価値も希薄化されてしまうのでトークン価格を押し下げるようになります。同時コインやったかなんかが無限に発行できるみたいな、なんかそんなのがあったと思うんですけど、新しくたくさん発行すればするほど、やっぱり1トークンあたりの価格、価値は下がっていくので、新規発行があまりにも多いプロジェクトは避けた方がいいなと思います。なるほど。で、3つ目が、保有するインセンティブ。これはつまり売りに出るような暗号資産が、少なくするように保有してほしいわけなので、保有するインセンティブ設計が優れているプロジェクトっていうのは価格が下がりにくくなります。なるほど、なるほど。で、これ例えばなんですけど、バイナンスが発行している BNB ってバイナンススマートチェーン上でブロックチェーンでトランザクションを通すときの手数料と、あとは他にもバイナンスで、暗号資産を売買するときの手数料に使われるだけじゃなくて、BNB 預けてファーミングできたり、あとはバイナンスペイみたいなものがこれからできるんですけど、直接買い物できたりとか、結構いろんな使用用途があって、保有しておくインセンティブが結構高いんですよね。なるほど。で、あとはゲームとかで使われるブロックチェーンゲームのトークンとかも保有インセンティブ高いんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど。で、その発行しているトークンがそのプロジェクトにとって本当に必要なものなのか、もしくは単なる資金調達の手段なのかみたいな、これも重要かなと。でそのトークンが本当にプロジェクトに必要なものであれば、プロジェクトが成長するとともにトークンの価値も上がるんですけど、そうじゃなかったら資金を集めた後のトークンは別にいらないものになる可能性もあります。なるほど。我々 XWIN のプラットフォームのコミュニティもですね、やっぱりそのいかにですね、売らないで保持していただけるかっていう仕組みはすごく考えるようにしてますね。これは確かにおっしゃるとですね。はい、とても大事なところですね。で、その次に、プロジェクトの成長性。なるほど。で、その暗号資産を発行しているプロジェクトがどれぐらい成長するのかなっていうのも、将来的な価格形成に影響するかなと。で、その中でも一つ目が市場の大きさ。プロジェクトが対象としている市場がどのぐらい大きいのかなっていうのを考えておく必要があるかなと思ってます。なるほど。で、多くの IT 技術ってほとんどが既存の市場を便利なものに置き換えることでその市場を取りに行くと思うんですけど、そのプロジェクトがやっているブロックチェーン技術とか、サービスでどの市場を、代替しようとしているのかなっていうのを見たいと思います。なるほど、なるほど。でその代替しようとしている市場が小さいもので成長しても低ければ、そのプロジェクトのトークン価格が上がる可能性も低くなるんじゃないかなと考えました。なるほど、なるほど。で、続いて競争環境。市場大きくても、そんな市場には当然たくさん競合が入ってくるんで、もしその市場で参入障壁が低かったとすれば、そのうまみはなくなっていくかなと思います。なるほど。なんで、業界内、売り手、買い手、新規参入、代替品の脅威みたいな、よく言う5フォーシーズみたいなところは、見ておく必要があるかなと思います。本当に5フォーシーズ分析で、いろんなところを見て、フレームワークで見た方がいいって話ですね。そうですね。
で、プロジェクトの優位性ということで、どのぐらい難しいのかなという、なるほど。そのサービスを模倣するのが難しければ、当然、その競争優位が保てますし、そうじゃなかったら、たくさんの競合の中に、埋もれていってしまうんじゃないかなと。なるほどね。それ見るときには、資金であるとか、技術、人的ネットワーク、これ、ふみさん得意なところだと思うんですけど、いやいやいや。顧客、情報、あとは先行者優位みたいな。何がそのプロジェクトにとって強みで、それがどのぐらい模倣が難しいのかなっていうのを考えておいた方がいいなと思います。本当そうですよね。模倣困難性ってよく JPYC の岡部さんとお話しするんですけど、JPYC の組織の凄さとか、あと人材の凄さとか、技術力の凄さって、やっぱりそこは真似できないですね。コンセプトは考えられますけど、そこを作っていく、根っこみたいなものってなかなか真似できないねって話はよくしてます。大事ですね。で、その次、プロジェクトの安全性。で、対象が何であったとしても、投資する以上リスクは避けられないんですけど、そのリスクを最小限にしながらリターンを最大限するのが、投資家の仕事かなと。そうですね。リスクをいかに軽減するか。で、株式と違って、誰もその審査をしてくれないプロジェクトが多いので、バイナンスとかに上場しているプロジェクトならまだいいかなと思うんですけど、それでも株式の上場ほどちゃんと審査されてないと思うので、この辺は結構ちゃんと見た方がいいかなと思います。なるほど。で、一つがセキュリティの評価。で、いくら個人、そのメタマスクとかのパスワード管理とかをちゃんとしてても、投資してる暗号資産を発行しているプロジェクトのブロックチェーンに脆弱性があったりすると、ハッキングにあって資産を失うリスクがあるんだと思います。なるほど。なんで外部機関にちゃんとセキュリティの審査を受けているかみたいな。で、その評価はどんなものかっていうのは見といた方がいいと思います。そうですね。Xstreamのプラットフォームをしっかりと外部機関にセキュリティ審査を受けて、やはりこのセキュリティはいろんなフレームワークがあって、それを評価されて順位付けがされているので、やっぱりそういうのをしっかり見るべきですね。そうですね。めっちゃ大事ですよね。結構GOX リスクみたいなものがあるなっていうので、今日の YouTube で誰か言ってたんですけど、草コイン買うのも、DeFi で草コントラクトに資金ロックするのも同じぐらいリスクがあるよみたいな。なるほど。言ってたので、その辺のセキュリティはしっかりしているところがいいなと思います。なるほど。で、あとは運営コミュニティが信頼できるか、信用できるかというところですよね。なるほど。やっぱ暗号資産の投資、これめちゃめちゃスキャムが多いじゃないですか。もう本当に。めちゃくちゃ多いですね。開始1時間でもう消えるみたいな、お金だけ集めて。なんで、そのプロジェクトを運営しているコミュニティが、ちゃんと信頼できるものかどうかは見ないといけないなと。で、どんな人とか、どんな企業が運営してて、で、バックグラウンドはどんなもんで、で、すでに走っているプロジェクトがあるんであれば、それがどのぐらい続いているのかみたいなものをちゃんと見ないといけないなと思いました。この辺が僕が考える暗号資産評価、投資評価の枠組みで、こういうものを、時系列で比較したりとか、他の似たようなプロジェクトと比較したりとかして、その中で、最も値上がりが期待できるような暗号資産に投資するのがいいかなと思います。なるほど。ありがとうございます。本当に、前々からもトムさんお話しいただいているように、やっぱり DeFi の世界って本当に自己管理で自己リスク、自己責任になっていくので、どう自分が分析していくかっていうことが、やっぱりすごい大事だなって思うのが一つ感じました。で、また最近信頼できるですね、YouTube チャンネルっていうのが増えてきて、僕すごく仲良くさせていただいているユうスケさんのここ貼っときますけども、YouTube とか、やっぱりその信頼できる YouTube が発信している情報っていうのも参考にしながらですね、自己で意思決定をしていくっていうのが大事なのかなっていうふうに思ってます。本当、ユうスケさんは、私も出していただいたんですけども、絶対に我々から要はお金とか広告費もいただかないで、自分が本当に信じるものだけを発表するっていうスタンスでやられてるので、すごいなっていうふうに思ってます。そういうような YouTube を参考するっていうのもありですよね、例えばですね。あると思います。ユうスケさん、すごい僕も見てましたね。いいと思います。なるほどね。ありがとうございます。
トムさん、また今日も勉強になりました。大変ありがとうございます。我々、クリプト TV はですね、DeFi のリスクを、下げるために、活動をしています。また、DeFi は、自己責任なので、しっかりとその辺を勉強して臨んでいただければと思っています。もしよければ、サブスクライブ、そして、いいねボタンを押していただければ幸いでございます。トムさん、本当にいつもありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。Thank you for watching. Please hit like button and please subscribe to our channel. We are not investment advisor and this video is for educational purpose. The DeFi work has a lot of risks, so please study with us.